はい、ですね、今日は映画パーフェクトデイズについて、僕なりの感想を喋っていければなと思っております。で、ネタバレいたしますので、まだ見てない方は、ご注意いただけるようよろしくお願いしますということで、この作品を監督しているヴィム・ベンダースの、作品を僕は見たことがなくてですね、で、この作品が影響されていると言われている、小津安二郎監督の、東京物語も見たことがないと。で、この作品が制作されるきっかけとなったですね、東京トイレットプロジェクトについてもほとんど知識がないんですけれども、そういった予備知識がほぼほぼない状態で、シンプルに、この作品を見た感想を、喋りたいなというふうに思っておりますので、なので、その見当違いな感想になっていることもあるとは思いますけれども、その辺は皆様ご容赦いただければなというふうに思っております。で、僕は昨日見たばっかりなんですけれども、未だにもやもやしてるっていうか、確実に素晴らしい、すごい作品だなというふうには思ってるんですけども、その思いを、その理由をですね、うまく言語化できないなというふうに思っていて、というのもこの映画自体が多くを語らない作品なんですね。で、役所広司が演じている、トイレ清掃の仕事をしている、平山の日常を淡々と描いている、映画なので、平山一人のシーンが多いですし、他の、人物が登場してもですね、平山自身が非常に寡黙な男なので、セリフ自体が、すごく少ないんですね。だけど、その平山の表情だとか、行動、そして時折発する、真に迫る、言葉がですね、雄弁に語ってくれてるので、感覚としてこの映画が伝えたい、ことっていうのが素晴らしいんじゃないかなっていうのはわかるんですけれども、わかるよって感じで、そうなんですけど、それだけでも十分というか、映画の感想を全て言語化できるとは思ってないんですけれども、この動画を撮るからには、なるべく、うまく説明できるよう、心がけたいなというふうに思っております。で、僕は、感じたことはですね、ですね、毎日を我々生きているわけですね。で、平山さんも、他の、登場人物も、僕自身も。で、平山さんはすごく、幸せそうなんですよ。登場人物の中で、唯一と言ってもいいほど、幸せそうで、他の登場人物のトイレ清掃の同僚のたかしもですね、たかしが好きになってるあやもですね、あとは平山の姪っ子である、ニコもで、居酒屋のママもですね、あんまり幸せそうには描かれていないという感じなんですね。何かしら不安だとか、不満を、抱えているように描かれているわけです。だけど平山だけは楽しそうになっていると。ただ面白おかしいことが起きているわけではなくて、ほんの些細なことですね。に対して楽しそうに、微笑んでるわけですね。例えば、朝家を出る前に、空を眺めて綺麗だなと思ったりですね、トイレ掃除をしてる最中にですね、誰かが置いてあった丸×ゲームをやったりですね、公園でお昼ご飯を食べてる時にですね、隣のベンチの OL と軽く会釈したりですね、そんなほんのちょっと嬉しい出来事に対して、すごく満足げな表情を浮かべていると。しかもトイレ清掃の仕事も、少しもサボることなくですね、一生懸命仕事をしていてですね、しかも、自ら、道具を、作ったりしてですね、非常に熱心に働いているわけですね。だけど、そのトイレを使う人にはあんまり感謝されることはなくてですね、平山の妹とかはね、なんでこんな仕事をしてるんだというふうに、言われるような感じで、言われる始末なんですね。
だけど、平山はですね、気にすることなく、動じることなくですね、朝早く起きて植物に水をあげてですね、車で、トイレを巡ってですね、で、仕事が終わったら、銭湯に入って、で、浅草の地下街にある焼きそば屋に行ったりですね、たまに密かに、恋心を抱いてるママのいる居酒屋に行ったりですね、そんな当たり前の日常を繰り返しているわけですね。で、独り身だから一見寂しそうではあるけれども、平山さん自身はですね、充実感あふれている表情をしているわけです。で、そうですね、自分を振り返ってみるとですね、僕はどれだけ充実しているかとか、幸せなのかということを考えるとですね、これがさっぱりわからないんですよね。幸せっていうものを意識したりしないので、わからないというか、僕もサラリーマンなんで、平日は毎日、同じ時間に起きてですね、会社に行くんですけど、リモート勤務の時は別になるんですけども、そんな感じでですね、毎日同じ作業の繰り返しっていう、多少案件とか、業務内容とか結構変わってくるので、同じ作業の繰り返しってほどではないんですけれども、楽しいとか、幸せという感情とちょっと離れたところで働いている感じが、します。で、もちろんこの会社の人と、お話をしたりですね、飲みに行ったりするときはもう楽しく思ったりすると。だけど幸せかと言われたら、なんとも答えにくいなと思います。おそらく、それはですね、平山と僕の違い。今僕は46歳なんですけれども、平山さんは60代後半から70近い年齢じゃないかなと。その違いはあると思うんですね。しかも平山さんはですね、ビジネスマン、生活をですね、何らかの事情で卒業していてですね、今は、ドロップアウトって言っちゃ悪いんですけども、トイレ清掃の仕事をしていると。つまりどういうことを言いたいかというとですね、自分はまだそこまでの年齢に達してなくてですね、上昇志向もそれにあってですね、現状に満足したくないという意識があるし、違うことに、挑戦をしたいという気持ちが、自分にはあると。ただ、平山にはもうそれはないというわけです。つまりビーム・ベンダース監督がですね、平山のことを、文句、つまり、僧侶っていうふうに、あるインタビューで言ってたんですけれども、全てを経験して、ある意味、悟りの境地にたどり着いているから、そういうことを言えるんですね。もちろん感情の揺らぎとかはあるけれども、非常に落ち着いて、生活しているというふうに、平山のことは、思いますね。だからといって、平山は、自分とは別の、世界にいる人間だとは思っていなくてですね。今は、自分には無理だけど、いつか平山になることはすごく理想的だなというふうに、思っております。で、この、映画のキャッチコピーである、こんな風に生きていけたらと、なんですよ。それこそ。でも今はできないと。それは当たり前であって、ある意味神の視点じゃないですけれども、平山は、その自我や欲望を抑制できていてですね、神の視点だという、そこまでの境地に行ってるのかもしれないなと思っていて、それを酸いも甘いも噛み締めてきたから、そこまでの、ところに達しているわけで、僕はそこまで経験をしていないと。だからできない。それは当たり前かなと。だけど、年取ったら、定年を迎えたらですね、平山みたいになるのが、いいなというふうに、この映画を見て思った感じです。たまに定年したらどうなるんだろうと。仕事をしない生活になったら毎日退屈なんじゃないかなというふうに、思ったりもしてたんですけれども、この映画を見てですね、平山みたいな生き方をするのもすごく素敵だなというふうになんとなく、老いることへの希望っていうのを湧いてきたなと思います。年取っていくのも悪くないなというような、ことを思いましたね。そんな感じ、そんな感想を、抱いたというわけでございます。はい、以上です。パーフェクトデイズの感想、の動画以上となります。ありがとうございました。